なぜ人類は頑張れなくなったのでしょうか。脳の進化より誘惑の進化が早すぎたからです。 LINE の通知、ショート動画、ニュース、炎上、飯テロ。人間の脳はすぐにもらえる刺激が大好き。勉強してもジムに行っても今すぐ人生は変わりません。でも画面ではすぐ嬉しくなる反応が返ってくる。しかも人間の脳は何千年も大きく変わっていません。その脳を世界最高峰の企業が AI まで使って奪い合っている。あなたが弱いんじゃない、相手が強すぎる。私も幼少期に頭を打ってから何十年も ADHD でやりたいことができずに悩んできました。でも分かりました。刺激の順番を変えればいいんだって。そこで今日は今世界中で問題になっている注意経済を脳科学、心理学、経済学で解体します。はい、今日は人類はなぜ頑張れなくなったのかということで、最近昔のようにやりたいことが思うようにできない、そんなことが増えてきませんでした？やろうと思っても体が動かないというね、最近ドーパミン地獄みたいな言われてますけど、それがなぜなのかという話です。結論を言うと、これ解決策があって、刺激の順番を変えるとか5分スイッチ入れるとか、そういう話になってくるんですけど、そこだけいきなり言っても分かりにくいと思いますんで、まず原因を解体して、最後に人生の主導権を取り戻す具体策まで話していきます。まずこれね、現代病なんですよね。いや、不思議ですよね。誘惑に反応するときだけ人は急に優秀になります。もう通知が鳴る、見る、もうショート動画流れる、見るみたいな、即行動みたいな感じですね。ジェット機並みに速いんですよ。でも本を開いた瞬間に急に省エネモードになって、もう後でやろう、もう今日は疲れてるからとか、明日の自分に任せちゃえみたいな。で、それでね、大体明日の自分も大体同じこと言うんですよ。これって、意志の強さの問題なのかと。なぜ私たちはここまで刺激に引っ張られるようになってしまったのかということなんですけど、この答えに近い考えがあります。それが超正常刺激です。自然界にはないですね、作られた強すぎる刺激に生き物は強烈な反応を示すんです。動物行動学者ニコ・ティンバーゲンの話なんですけど、彼は1973年にノーベル生理学・医学賞を受けた動物行動学の代表的な研究者です。セグロカモメという、鳥さんがいまして、親鳥のくちばしの下にですね、赤い斑点があるんですよ。で、これをヒナがですね、つつくんですね。で、それがね、ご飯の合図になっているということなんですよ。そこで、研究者たちはいくつかの模型を見せました。親鳥の頭に似せた模型、それからくちばしだけの模型、で、赤い点がついただけのですね、棒とかですね、あとは赤いしましまの、棒ですね。この4つを、比べて、どれがヒナがですね、つついたかっていうのを比べたんですけど、なんとこのしましまの赤いやつをめちゃくちゃつついてたっていうね、全然似てねえだろっていう。なのにそれに一番反応したと。親鳥に似た模型を100とした場合ですね、赤いしましまの棒は126つついたと。つまり 26% も強く反応しました。つまりヒナの脳は本物に近いものよりも誇張されたものに反応したんですね。これが超正常刺激というものです。もちろん人間はカモメではありません。ただね、弱点は似てるんですよ。ショート動画とか炎上とかね、飯テロとかみんなついつい見ちゃうみたいなね。人間の脳は自然な刺激よりも強く誇張された分かりやすい刺激につい反応してしまうわけです。一方ですね、それを受け取る脳の方はもう全然進化してないんですね。2017年にモロッコで約30万年前の初期のホモ・サピエンスの化石が発見されたそうなんですよ。だから人類の歴史ってそれほど長いんですね。30万年。でも AI が刺激を並べる時代になったのはほんの最近のことです。脳の進化は遅い。で、誘惑の進化は早すぎなんですよね。で、私自身もこれ全然他人事じゃなくてですね、3歳の頃に頭を強く打ってから、注意や行動のコントロールに苦労してきたんですよ。よく言われる、なんていうか、落ち着きない子みたいな感じですよね。で、これが私なんですけど、頭に包帯巻いてる、わかりますかね？この包帯巻いてる写真が嫌いでですね、全部捨てちゃってこれだけ生き残ってるんですけど、こんな感じで頭ぶつけて、私にはですね、いろんな、症状があって ADHD があります。やるべきことは分かってるのに戻れないとかですね、始めたいのに始まらないみたいな、もう先送りが ADHD の一番辛い症状なんですよね。だからね、この感覚ずっと知ってるんですけど、最近ですね、よりひどくなってるなと思ってどうしようと悩んでたんですよ。そしたらですね、昔のようにやっぱり思った通りできないというふうに感じている人が明らかに増えているそうなんですね。特に若い人の中で多いと。
やりたいことがあって頑張りたい人ほど今の刺激環境に削られてると。で、これはですね、人間の脳とこの今の環境の問題で、このね、ドパ書きとか言われるミームになるぐらいですね、この環境の刺激の側が強くなりすぎてるんですよね。しかも今はですよ、世界最高峰の企業が作った AI がそれを並べ替えるんですよ。ガチャガチャってこう。で、古い脳にこう AI 時代の刺激が流れ込んでるんですね。私たちが弱いんじゃなくて、相手が強すぎなんですよ。勉強とか運動するっていうとね、重たいのに目の前の刺激だけはなんでこんなに早く返ってくるのかと。で、ここでね、まず最初に大事な問題なんですけど、報酬の速度差というものがあります。例えばこういう話って聞いたことあると思うんですよね。今すぐ100万円もらえる、それとも1年後に110万円もらえる、どっちを選びますかという話です。冷静に考えれば、1年待っただけで10万円増えますからね。でも、今すぐの100万円ってやっぱり強いんですよ。つい人間はこっちを選んでしまうと。今すぐもらえるってだけで人間の判断は引っ張られるんですね。で、現代の刺激もこれと同じです。というかね、もっと全然悪いです。2021年、ネイチャーコミュニケーションズに SNS と報酬学習についての研究が出ています。ニューヨーク大学などの国際研究チームによる研究です。研究者たちは176人を集めて SNS に似た実験を行いました。参加者はですね、25分間ミーム画像を自由に投稿します。で、そして投稿にはいいねがつくんですけど、このね、実験ではいいねの数を研究者が操作するんですよ。少ない時は 0から9個、多い時は10個から19個という風に。すると、いいねが多い時、次の投稿までの時間は10.9% 短くなりました。もう 1.1 倍速みたいな。つまり、いいねを早くもらうとですね、人はまた早く投稿したくなるんですよ。これ実験なんですけどね。でも気分良くなっちゃうという。では、なぜこのいいねでですね、つい投稿したくなるのか。で、それがさっき言ってたですね、報酬の速度差の問題です。脳は、後で返ってくる報酬より、今すぐ返ってくる報酬に引っ張られます。いいね、ショート動画、炎上、飯テロとかですね。しかもね、次に何が出るか分かんないっていうのも好きなんですよ。目の前の刺激は今すぐの100万円を1日に何度も差し出してくる、そういう状況です。一方で、人生を変える行動ってすぐには返ってこないじゃないですか。勉強しても今日いきなり人生変わんないですし、運動しても今日いきなり体は変わんないんです。だからついこっちの早い刺激の方を選んじゃうと。ただ、100万とかね、110万って話ならいいんですけど、これ人生単位ですからね。もう考えてもみればですよ。もう本当はですね、もう今年こそなんて言って、夏までにこう体を変えてですね、水着で海ではしゃぐ予定だったんですけど、とか、あるいはもうしばらく着てないお気に入りの服を着るとかですね、今年こそ YouTube やってみようとかですね、お金を貯めてオーロラ見に行こう、時間を作ってオーロラ見に行くとかですね、そういうのをやると、はずだったのに、みたいな。そんなね、理想の自分がどっかのパラレルワールドの宇宙のどこかにいるんだと思うんですけど、今の自分はというと、みたいな、今年何もしてないみたいな。こうやって現代の刺激はいくつもの罠を仕掛けて私たちを誘惑していきます。もう今日の5分が消えました。そんなことやってると明日も消えるし、来週も今月も消えて気づけば今年が終わるみたいな、もう便利な時代になりました。もう何にもしてないんですけど、ちゃんと忙しいみたいですね。もう私なんかもうスマホゲームやってたら一日終わってたみたいな、何してたんだろうなんてね、時もありますけど、これがね、報酬の速度差の話なんですよ。ただね、ここはまだ、刺激が魅力的すぎるっていうだけの話なんですけど、一つね、疑問が残るんです。こういうね、SNS とかスマホの画面、閉じたら、それで終わるはずじゃないですか。なのに、なんでかですね、やり始めよう、なんかやろうと思った時に、本開いてもこう頭に入んないとか、それから作業をしようと思ってもですね、全然手が動かなくてぼーっとしちゃうみたいな、頭が戻ってこないみたいなことってあるじゃないですか。これ、気のせいじゃないんですね。この違和感に近い研究があります。2017年、テキサス大学オースティン校などの研究チームが発表したブレインドレインという研究です。実験では520人のスマホユーザーを集めて、スマホを3つの場所に置きました。机の上に置いたパターン、それからですね、ポケットやバッグの中に入れたパターンですね。もう一つは別の部屋に置いたという、この3つを比べて、集中力や記憶に関わるテストを行ったんです。結果ですね、単純に言うとスマホが近いほど使える認知能力が下がると。
特にですね、ワーキングメモリのテストでは、スマホをですね、机の上に置いていた人のスコアは、別の部屋に置いた人よりも約1割低かったということです。1割ね、かなりでかいですよ。100点が90点になりますからね。スマホを置いてるだけで。つまり問題は、見ている時間だけではなかったんです。触ってなくても、見てなくても、通知鳴ってなくたってですね、ただ近くにあるだけで脳の処理能力ってダウンするんですよ。しかも本人たちは、このね、スマホが自分の成績に影響してるなんて知らないんですね。全然そんな感覚もないと。触ってないからセーフとかそういうこともないんですよ。もう置いてあるだけでアウトと。で、私たちはスマホを見ていないつもりでもですね、このね、SNS とかの気配、これがですね、ちゃんと働いてて、ちゃんと誘惑されてるんですよ、無意識の中で。現代の刺激っていうのは、要するに最初にですね、開いてる時間とかじゃなくて、その後もずっと集中力を奪っていると。だからもう戻ってこないですよ。一回このね、なんかこう、SNS マジックとかドーパミンマジックにやられると、こうしてやりたいことがどんどんできなくなってきてしまいます。ではなぜですね、人の集中力を削るそんなものが毎日ポケットの中に入っているのかとそれはですね、これ私たちの失敗が画面の向こう側では成功につながってるんですよ。例えば Facebook や Instagram を持つメタ、ですね、2024年の売上は約1645億ドル。そのうち広告収入は約1606億ドルということでした。つまり、ほとんど広告収益が上げてます。しかもメタは、広告表示回数が増えたこと、単価が上がったことを売上増加の要因として発表してるんですね。つまり、広告を見せる回数そのものがビジネスの数字になるということなんです。そしてですね、企業はやっぱり私たちに刺さる広告を出せば出すほど儲かるわけですね。だから企業が見ているのは数字なんですよ。寝る前に通知を一つ開いたみたいな、一つだけのつもりでもなんか30分いつの間にかなくなってたみたいな、もうそろそろ寝ないとみたいなですね、そんな感じで私たちには寝不足みたいなのが来るんですけど、画面の向こうでは滞在時間となって売り上げが上がっていくんですね。もうありとあらゆる、感情がですね、画面の向こうではエンゲージメントとなって売り上げになっていくと。人生では喪失、アプリの方では成果ですみたいな悪意ではなく数字が人を壊してるんですね。しかもですね、このね、数字を伸ばすためにすごいからくり使われてるんですよね。この AI のね、おすすめが今やばすぎると。皆さん聞いたことあると思うんですけど、いいねだけで性格がわかるっていうね。2015年の、ケンブリッジ大学とスタンフォード大学の研究チームが Facebook のいいねだけで人の性格をどこまで当てられるかを調べました。で、そしたら10個でですね、同僚よりも性格。で、70個で友達よりも性格。150個で家族よりも性格という結果になったんですよ。怖いですね。人間はですね、口ではいくらでも言えるんですよ。もう、なんかお母さんにね、たまに連絡来て、あなた元気なんて言ってね、大丈夫です、元気です、みたいなね、最近ちゃんとしてます、みたいな。大体ちゃんとしてる人はそんなこと言わないんですけど。でもですね、スマホには全部これバレてます。今のスマホってね、本当にすごいんですよ。この間カレー食べたいななんてね、話してたら、次の瞬間、カレーの広告出てきたみたいな。これ実際あったんですけど、ありますよね。こっちはね、ちょっと口にしただけなんですよ。検索もしてないし、店も調べてないし、ただ話しただけなのに、画面には出てくるっていう、お前聞いてんだろみたいな。あれ気持ち悪いですよね。しかも、たとえ声を聞いてなかったとしても、スマホってね、当ててくるんですよ。なんでかというと、声以外のものをもっと見てるからです。TikTok がネタバレをしてるんですけど、何を参考にしてるのか。もういいね、シェア、コメント、最後に見たか、スキップしたか、視聴時間、検索した内容、フォローしたアカウントってね、もうね、言い出したら切れないぐらい無数にあります。考えてもみてください。友達に自分のスマホの画面を全部見せたりってしませんよね。検索履歴とか、見ていた動画とか、夜中開いてたアプリとか、誰に反応したとか、見せないわけなんですけど、これね、これ見せたらなんか、そういうの見るんだっていう風になるじゃないですか。ただ、スマホはね、全部それ見てるんですよ。しかも毎日何時間も何年もです。人間はですね、口ではいくらでも言えるんですよ。もう興味ありません。たまたま見てただけです。別に好きじゃないんで、みたいなね。3回は見てるだろ、みたいな。それ、いや、お前興味ない人の動きじゃないんだけど、みたいな。お前絶対見てたら、いや、僕別にその子に興味ないんでって、いや、お前絶対好きだから、みたいな。見すぎだから、みたいな。そういうのあるじゃないですか。そんな感じでね、全然ごまかし聞けないんですよ。SNS の画面は、もうそれ見すぎじゃないとかね、言ってこないです。もう次これでいいんでしょみたいな感じで、
ただ次を出すと。だからね、おすすめってガツガツ刺さってくるんですよ。あなたがスマホに慣れるよりも先に、スマホの方が私たちにですね、慣れてくると。もう私たち専用にですね、調整された刺激のね、流れがこうね、どんどんおすすめで出てくるんですね。で、これのせいで余計に、もうアプリとかですね、このドーパミン依存になって人生が進まなくなると。で、さらにですね、これがね、もうカスタマイズされすぎてやばくなったのが、もう AI がね、人それぞれに特化してきたっていう問題なんですけど、最近周りの人と意見が合わないなと思ったことありません？なんか同じね、社会にいるはずなのに、同じニュースを見てる話なのに、なんでか全然話が噛み合わないみたいな。いや、なんか最近 AI ですげえ面白いことなってんだけど、なんて言ったら AI で仕事取られるとか言って不安になってる人とかいて、何それみたいな。いや、これね、全然気のせいじゃないかもしれないです。っていうのも、見てる画面がもう全然違うんですよ。TikTok は公式にTikTok for You が一人一人、それぞれ違うと説明してます。あなたにはあなたの画面ですみたいな、隣の人には隣の人の画面っていう、同じ国にいても見ている世界は別々ってことなんですね。で、昔の人は、家族でですね、同じテレビを見て同じ文句を言ってるわけですよ。で、ただ今はですね、同じ部屋にいたとしても、それぞれね、違う怒り方してるみたいなそんな感じです。いや、ほんとね、便利になりましたね、孤独になる方向性にYouTube の推薦システムとかもですね、視聴履歴や検索語から大量の動画を絞り込んで、一人一人へ出す順番っていうのを決めてるんですよね。だから全員同じアプリ使ってても、全く提供されるものが違うと。それをですよ、世界最大級の企業がこの AI を育ててるわけですから、勝てるわけないですよね。だからね、私たちがね、弱いんじゃないんですよ。もう相手が上手すぎるんです。不安な人には不安になるもの、怒りやすい人には怒りたくなるものみたいなね。もう楽しい人、幸せな人には楽しいやつみたいな。で、疲れた人にはとりあえずなんか動物見せとこうみたいな感じですね。つまりですね、世界は一つでも映る画面は人それぞれと。で、これを世界中の人の反応を人一人それぞれ見てですね、全部調整してくるんですよ。だからもうね、カスタマイズがね、超うまいんですね。もうこんなのね、意志の弱さとかそういう問題じゃないんですよ。私たちの脳の構造に比べて、あまりに環境が早く変化しすぎて、ここに追いつかなくなってんのが、このね、私たちのやる気が出てこない正体なんで。さて、ここまでいかにスマホの刺激が強いのかを見てきました。スマホはですね、開く前から私たちをこう削ってましたよね。それをですね、世界最高峰の企業たちが、このね、僕らの止まった場所とかも全部見てると、いいねとか検索とかね、もう視聴時間とか全部ですよ。でその反応がまた次に生かされるという。そして一人一人に合わせて画面を変えていくと。もうこの人にはこの人の画面、あなたにはあなたみたいなですね。こんなんで誰も叶うことができません。こうして人類はいつしか頑張ることができなくなってしまったということなんですね。さて、それではどうしたらいいのか。それが順番を変えるということなんですけど、ただこれもね、理解するためには、まずね、問題点を特定する必要があるんで、ちょっと問題点の話に移りたいと思います。スマホを見すぎると時間ってなくなりますよね。気づいたら30分なくなってたとか、それが1時間、気づいたら夜中なんてこともあったりして、しかしですね、スマホが私たちが奪っているものはですね、時間よりもっと大きなものです。それは私たちのやる気でしたよね。正確に言うとですね、これね、問題点っていうことで言うと、やる気が生まれる前の最初の一歩なんですよ。こういうことってありません？昔の自分だったら、えいやってできたのに、いまいち腰が動かないな、みたいな。今年こそダイエットしよう。今年こそ勉強しよう。今年こそ YouTube 始めよう、みたいな。そう思ってたのになかなか始められないと。で、これ気のせいじゃないんです。私ね、ADHD はね、マジでこれ先送りがひどくて、本当にこうなっちゃうんですけど、これね、気のせいじゃないんですよ。これをですね、解決するためにヒントになる研究があります。心理学的には実行意図という考え方なんですけど、1997年、ピーター・ゴルビッツァーらは学生たちにクリスマス休暇中の課題を出しました。内容はクリスマスイブの過ごし方についてレポートを書くことですね。その時に、ある学生たちにはいつどこで書き始めるかっていうのを事前に決めてもらってました。
つまり、決めてない人と決めてる人のグループみたいな感じですね。すると、決めていなかった学生で期限内にかけた人は 32% で、一方、いつどこで始めるかまで決めてた学生っていうのは 71% が期限内にかけたと。2倍以上違うんですね。つまり、人はやろうと思うだけではなかなか動けないんです。いつ始めるか、どこで始めるか、この最初の一歩が決まってようやく動き出すというのがこの実験結果から分かる話です。ただね、こういうアプリとかこのスマホっていうものはその最初の一歩を奪うのがまたうまいんですね。勉強しようと思った瞬間通知来たみたいな、動画を作ろうと思った瞬間におすすめ出てくるしみたいな、もう運動しようと思ったら飯テロ来るしみたいなだからね、全然前に進まないんですよ。時間奪われてるだけじゃなくて始める力を奪われてるんですね。だから1日が終わった時にこう感じるんですよ。もうなんか今日忙しかったけどみたいななんか見たけどみたいな、何も進んでませんっていう、これがね本当ね現代の怖いところですね。スマホとかアプリとか奪ってるものは時間だけじゃなくてやる気が生まれる前の最初の一歩だと。だからまずね特定すべきなのはスクリーンタイムだけじゃなくて自分がどの瞬間に止まってるのか、どの通知で切られてるみたいな、そういう自分の最初の一歩が止まる場所を見つけることです。でここで効果的なものを一つ紹介しましょう。でこれはですねメモなんですね地味ですね。この世界最大級の AI に対してこちらの武器は記録するだけみたいな、最新テクノロジーでメモで立ち向かうわけです。ただねこういう地味なものが意外と強いんですよ。これね心理学で言われてるんですけど、セルフモニタリングという考え方があります。2016年、イギリスのですねシェフィールド大学の心理学者ベンジャミン・バーキンらは記録することが目標達成に効くのかというのを調べたんです。138件の実験結果、対象は2万人。その結果、目標への進み具合を記録することは目標達成を高めると分かりました。特に効果に大きかったのは紙やアプリにですねこの記録するということだったんですよ。そして誰かに報告すること。で、ここで言う誰かは別にね、人間じゃなくてもいいんです。今だったら AI に相談したっていいんですよ。今日どの瞬間にスマホ開いたとか、何をする瞬間に逃げたとか、どこで最初の一歩が止まったっていうね、これをそのまま記録して打ち込むと。もう相手が AI で攻めてくんだったら、こっちも AI を使えばいいんですね。もう世界最大級の AI に一人で立ち向かったらね、ダメです、これ。こちらもね、AI を一体つければいいんですよ。もうね、私なんてね、最近筋トレのメニューとか食事管理も全部 AI に相談してます。もうこれ食べたから次何食べる？今日何買ってこようみたいな。そんなんでいいですから。もう AI に相談してもいいんで、もう見える形にして外に出すと。そこで初めて自分の行動を変えやすくなります。だからスマホだったらいつ開いたとか、今日朝どういう風にダラダラしちゃったみたいな、それをね、記録していくと。これを見ると本当の問題が見えてきます。これが心理学的に効果がある方法ですね。さらに、行動科学の研究では、日常の行動の 35% から43% ほどがほぼ毎日同じ場所で行われる習慣行動だと示されています。つまり私たちは毎回ですね、習慣で動いてるんですよ。なんか朝起きてなんかスマホ開いちゃうみたいなのは、考えてやってるわけじゃないんですね。なんか机に座る前につい開っちゃったとか、寝る前になんかつい開いちゃってそのまま気絶するように寝るみたいなね、もうそういう形になってるんですよ。そういう習慣なんですよね。怖いですね、これ。意思決定のふりしてもう自動運転で全部そういう風にこう洗脳されちゃってるみたいなスクリーンタイム見るとこんなに見てたんだっていう風にびっくりすることありますよね。だからいつもやろうと思ってたその最初の一歩の邪魔、これを特定しないと対策がずれます。だから必要なのはこのね、自分の習慣的な負けパターンを見つけるところなんですよ。この習慣の正体を見れば設計できるんですね。だからこうやって自分の生活習慣の中でもうアプリを見ちゃうとか SNS 見ちゃうとかスマホ見ちゃうみたいな、こういうね、自分が止まる場所をまず特定する、これが大事ですね。これでやっと悪習慣が見えてくると。で、次にですね、自分が止まる場所を見たらスマホを見ないことではないんですねこれね、逆なんですよこれね、見ないとかね、考えるのって無理なんですね。もう SNS 開かないみたいな、もうそうね、決めた瞬間、実は頭の中でスマホ見ちゃうっていう。人間の頭ってね、何々しないっていう否定語が考えられないんですよ。考えるなって言われるとつい考えちゃう。見るなって言われるとついね、見ちゃうっていうね。そんなこと聞いたことありません？これ有名な実験があって、白熊実験というものなんですけど、1987
2017年にですね、後にハーバード大学教授として知られる社会心理学者ダニエル・ウェグナーらは参加者にこう指示しました。白熊のことを考えないでくださいみたいなそしてですね、自分の頭に白熊が浮かんだらベルを鳴らすという実験をやったんですね。そしたらどうなるか。まあこれね、考えるんですよ。案の定5分間に白熊を考えないようにしてもですね、平均 6.78 回白熊が出てきたと。1分間に1回以上です。これもう白熊どんだけ出てるんだと、人生で一番考えただろぐらいね、考えるんですよ。考えるなって言われると、もうその時点でね、白熊確定なんですね。で、これね、スマホも同じで、スマホを見ないとか、SNS 開かない、動画見ない、もうこう考えてる時点で頭の中ではもうスマホを確認してしまいます。だから必要なのはね、禁止ではないんです。効果的なのは上書きなんですよ。別の実験では白熊が浮かんできたらですね、赤いフォルクスワーゲン、車を考えるようにしてくださいと実験しました。すると、この白熊の出現がですね、平均 34.05 回から21回まで下がったと。約 38% 下がりました。つまり、考えないっていうよりも別のものを考える方が強いんですよね。だからですね、これ、自分たちの行動同じでなんか見ちゃうみたいなのがあったら、頭の行き先を先にもう決めておくんですよ。朝起きたら水飲むとかですね、机に座ったらノートを開くとか、動画見ないってじゃなくて、もう最初のね、このなんか動画作りたいんだったら原稿1行書くとか、運動しないんじゃなくて靴をまず履いて外に出るとかですね、こういう風に空白を埋めるんです。もう失恋の心を隙間を埋めるのはね、いつも新しい声ですから。はい。上書きっていう。で、やめた場所に次の行動がないと、またね、SNS がね、ガーって入ってくるんですよ。だから、もう心のね、隙間に大体ね、画面の誘惑っていうのが入ってくるんで、見ないじゃなくて、もうこれをすると先に決めるんですよ。さっき見つけた自分の悪習慣があったら、この悪習慣のタイミングでこれをやるというふうに決めて、初めて人は動けると。そうやって自分の習慣を潰していくんですね。ただここでまだ疑問が一つも起こってます。もう分かってるんだけども、なんで変われないのかみたいな。だって、そもそもなんか SNS 見なければいいとか、スマホをなんか遠ざければいいとか、こんなんね、大体分かるんですよ。だけど、なぜか開いてしまうみたいな。これね、なんでかっていうね、答えは、やる気がね、足りないから、なんか前向きに何かしようと思って、そのね、気合が足りないかとか、そういうことじゃなくて、行動を起こすために、すごいね、またこれいい実験っていうのがあって、ちょっと紹介すると、スタンフォード大学の行動科学者の BJ フォックの研究です。行動をね、起きるためには、モチベーションだけじゃダメなんだと。モチベーションと簡単さが大事だと。モチベーション、簡単さ、そしてきっかけ、なんかのスイッチみたいな、この3つが揃う必要があるっていうんですよ。つまり、やる気だけじゃもう全然ダメなんですよ。それがね、難易度が高かったら続かないんですよね。で、それを難易度下げて簡単にしても、なんかのきっかけみたいなのがないと始まんないと。だからこの3つが揃う必要があるんですよ。逆に言うとですよ、やる気がちょっとしかなくても、簡単できっかけさえあれば、人は動きやすくなるということなんです。これね、スマホを見ると逆にね、よくわかるんですよ。スマホ見るのってあまりにも簡単じゃないですか。手伸ばすだけだし、タップするだけだし、スワイプするだけだし、みたいな。しかもなんかきっかけも多いですよね。通知が来たりとか、なんか赤い丸い文字が出てきたとか、なんか、おすすめで並んできたとかですね。そういえばなんかメッセージ未読だとか、なんかね、きっかけもめちゃくちゃ多いんですよ。だからね、これ、もう典型的ですよね。モチベーション別に大してないんだけど、簡単できっかけがあるからどんどんやっちゃうっていう。一方で、この勉強とかね、何かやろうと思った、YouTube やろうとかですね、運動やろうとかですね、こういうのって準備いるじゃないですか。頭使うんですよ。結果が出るまでにまた時間かかるっていう問題あります。これでは勝ちにくいですね。だって向こうはワンタップなんですもん。なんかアプリ開いたとかで、ドーパミン中毒ワンタップみたいな。でこっちのね、やりたいことに関しては、着替えて、準備して、考えてって、それで、反省までしなきゃいけないみたいな感じで、すげえ難易度高いんですよ。こんなね、全然勝負になってないです。だから、やる気を上げる前に、条件を変えるんです。もうね、スマホは遠ざけて、次の行動を近づける。で、ここで、すごいヒントになるまたね、やり方っていうのがあるんですけど、アレックス・ホルモジさんっていう聞いたことあるでしょうか。この方のね、考え方も使います。YouTube 登録者数は400万人以上いて、さらにですね、アクイジションコ
コムという共同創業者で、年商2.5億ドルを超える事業群を作ってきた起業家です。すごいですね。彼の考え方を言えば、気分なんか待つなと。行動が出る仕組みを作れ。これです。もうやる気が出たら始める。気分が乗っかったらやる。そんなね、気合みたいなの待ってたら、一生会議中ですよ。いつやるんだとか言って。しかもね、議長はもう寝不足の自分がやってるんですよ。これスマホのこのドーパミン中毒の脳でやられた。だからそうすると、大体じゃあ明日にしよっか、みたいな。別に今日やんなくても大丈夫だし、っていう風になっちゃうわけですね。ただ設計する場所は3つです。1つ目は最初の一歩、初手ですね。朝起きた瞬間で、机に座った瞬間とか、ベッドに入る瞬間とか、ここでスマホが先に来ると流れ持っていかれちゃいますから。だから最初の一歩を置くんですよ。小さくていいんですよね。もうね、何にもしないとついついまた画面の方に吸い取られちゃうんで、もう水飲むとかね、もうパソコンでとりあえずなんか一行書くとか、もうこういうね、小さいところからもうハードルめちゃくちゃ下げて、それで最初の一歩を踏み出すと。これが大事なわけですね。で、それから始めた後にですよ、もうね、スマホが入ってくる場所を潰すんですよ。また別のね、インフルエンサーだと、機内モードにしろとかいう人もいますよね。そもそもスマホを別の部屋に置くとか、アレックスホル文字も、もうスマホをね、部屋の中に入れないというふうに言ってます。別の部屋に置くとか、机の上に置かない。もうね、見えるものにやっぱり弱くて、無意識の中にこう入ってきちゃうんですよ。これね、精神論じゃなくて、人間ってそういうふうに脳ができてるんですね。で、そんなね、なんか敵の大将みたいなのが、机の上にいたら勝てるわけないじゃないですか。だからね、さっさといなくなってもらうと。そして最後に、復帰のスイッチを置くと。ここが大事です。一回スマホを見てしまった。だから今日は終わりっていうね。もうこれじゃあね、一番もったいないんで、もうそうすると失敗しますから。どうせ見るんで、もう見ても流されて、でもそこで終わりにしないで、ちゃんと戻れるっていうルートを作ってくるんですよ。これも習慣で上書きっていう。スマホを見たら、このね、イフゼン行動みたいな風に言われてるんですけど、スマホを見たら水を飲んで机に戻るとかですね、SNS を開いたら作業に取り掛かるとか、動画を見たら、靴を履いて外に出るとかですね、そんな感じで、この戻るっていう、何かをやったら戻る行動まででセットでつけていくと。人生って結局一度も失敗しない人なんていないじゃないですか。失敗してもやっぱり戻る道を準備しとけばいいんですよ。そんな感じで3つですよね。もうこのスマホとかアプリとか勝てないですから。このおすすめ AI とかに勝てるわけないんで、まずそのスマホが勝ちやすい場所に自分を置かないと。だからこの3点ですよね。スマホを遠ざける。で、次の一歩を近づける。失敗しても戻れる道を作ると。そうすると人生やっとね、前に進むんですよ。ちなみにですね、このやり方、私が一番うまくまずね、朝起きたら、この習慣の上書きで即ベッドメイキングして、ベッドを離れて、最初にプロテインを飲むようにしてます。もうこれまでね、やっぱりね、ついね、起きた瞬間スマホ見てなんかいろいろメッセージ来てないかなーって言って、で返したらなんか次 YouTube 見て、みたいな。なんかそんなことやってるうちに30分とか1時間経ってますみたいな。何やってんだってね、なっちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、もう即ベッドメイキングして、即反射的にプロテイン飲むみたいな。もうね、もうそんなの決めてますね。で、そしたらその足でデスクに向かって、もう瞑想を始めるんですよ、瞑想。で、その後、今日何するか、みたいな自分の将来の目標を確認してですね、声に出して読み上げるっていう。で、そうするとね、大体整います。はい。本当に、これでね、今までずっと先送りにしてたことが、マジでできるようになりました。それから、戻る道ってありましたよね。ご飯食べた後とかね、ついついスマホ見ちゃうじゃないですか。そしたら戻れないっていう風になっちゃうんで、こういう風になったら次のですね、作業に移る、やっぱりスイッチ、復帰の道っていうのを作っておくんですよ。もう何か作業をしようと思ったらですね、まず5分間瞑想してから始めます。で、こうやって最初の5分をもうスマホだらだら見ちゃうっていうのから上書きするんですよ。で、それで何食べたとか筋トレとかですね、もう全部 AI に今日あったことを記録してですね、毎日改善してると。そんな感じでね、やりだしたんですけど、もう本当にね、筋トレなんかもう全部うまくいって、めちゃくちゃおすすめですよ、これ。まさに研究結果が言ってる通りです。こんな単純なことなのに。マジで人生変わりました。なので、ここまで見てきたように、最近ですね、みんなやる気がなくなってるみたいな、それはですね、この人類が弱くなったとか、あなたが弱いんじゃありません。もう相手が強すぎるんですよ。AI はもう私たち専用の刺激を並べてきます。そして気づかないうちにですね、目の前の報酬が置かれて、それで本来やるべきものだったことが先送りになっちゃうんですね。ただそれは取り戻せます。意志の強さじゃなくて順番を変えるんですよ。
スマホが来る前に次の一歩を先に置いておくと。失敗しても戻る道を作っていく。それだけで、やりたかったことはね、これ本当にできるようになりますから。さて、それではね、今日の話、そろそろお別れなんですけども、これぜひやってみてくださいね。本当に効果ありますから。マジで私人生変わりましたんで、本当に試してみてください。はい。いろいろ研究結果とか言いましたけど、これマジでね、効果ありますんで。ということで、習慣の上書きですね。ということで、面白いと思ったら高評価、チャンネル登録、そしてハイプで応援してもらえると嬉しいです。またメンバーシップでは AI の出現ですね。こうやって時代が大きく変わっていく中、これから何が起こるのか、どんな流れが来るのかというですね、私が感じたことを予想してみて、大事なことだと思ったことをですね、ライブ形式でお話ししています。これね、表で話しきれない深い話もいっぱいありますんで、気になる方はメンバーになるボタン、またはチャンネルページから参加してみてください。ぜひ一緒にお話ししましょう。それじゃあまたね。